こんにちは、トバログです。ついにですね、Galaxy Z Flip 5と Galaxy Z Fold 5が国内発表されました。めちゃくちゃね、今回カラーのラインナップとか、あとストレージのね、ラインナップが結構多種多様で、めちゃくちゃ力の入れ具合感じております。9月1日からね、各キャリアで、販売予定で、現時点でね、予約注文開始しているんですけども、僕はね、Galaxy Z Flip 5すでに予約中です。ちょっとね、一足先に Galaxy Z Fold 5の方をね、貸し出しいただいて、実際に1ヶ月ぐらいね、今使ってみています。そこで今回の動画は主にね、この Galaxy Z Fold 5について、前にね、僕が使っていた Fold 2からどれぐらい進化しているのかとか、あと実際折りたたみスマホってすごい人気だけど、何がいいのみたいな、そういうところについてちょっとね、触れていこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、じゃあまずはね、Galaxy Z Fold 5から紹介していきます。Galaxy Z Fold 5はね、その名の通り、Galaxy、サムスンが出している Fold シリーズの中で5世代目となるね、スマートフォンっていう形です。スマートフォンなんですけど、一見ね、すごい細身だなと思うんですが、Fold っていう名の通り、こうやってパカッと開くと、ここにね、大きめのタブレットサイズの画面が出てくるので、スマートフォンとしてもタブレットとしてもね、使える、この一石二鳥的なデバイスで、漫画を読む人とか大画面で動画を見たい人、ゲームを楽しみたい人に結構ね、人気な印象があります。冒頭でもね、話した通りなんですけど、予約自体はね、すでに開始していて、発売はね、9月1日となっています。 NTT ドコモと au からね、取り扱う予定なんですけど、若干ね、キャリアによって取り扱うストレージ容量が異なるっていう感じですね。カラー展開は IC ブルーとファントムブラックの2色展開となっています。今回の、ね、Z Fold 5に関しては従来モデルよりもかなりね、薄型化されています。このね、特徴的なヒンジなんですが、今まではね、こう傾斜を描くようにちょっとこっち側が膨らんでたんですよ。それがね、こう完全にフラットになったことで、よりね、手に持った時の馴染み具合とか、なんか薄さっていうのがものすごくね、スペック上よりも感じますね。で、重さに関しても一応ね、前のモデルよりも 10g ぐらい軽量化していて、実際にね、こう会場で持ち比べてみたんですけど、かなりね、数字以上の軽さを感じました。もちろんね、普通の同サイズのスマートフォンと比べると重たくはあるんですけど、こうやってね、開いた時にいつでもタブレットとして使えるっていう、そのね、バランス感の良さがこの Z Fold 5の魅力なのかなと思っています。正面のね、このディスプレイはカバーディスプレイといって 6.2 インチの有機 EL ディスプレイを搭載しています。で、ここをパカッと開くとタブレット的な感じで、メインディスプレイとして 7.6 インチの有機 EL ディスプレイを搭載している形です。この状態だとね、若干見づらいので、ちょっと電源を入れながら紹介していこうと思います。よいしょ。はい、サムスンというロゴがドンと登場しますね。で、かつディスプレイもめちゃくちゃ明るいので、日中のね、めちゃ明るい場所でも本当にはっきり見ることができますね。画面をね、閉じた状態だとこんな感じです。こちらのディスプレイもめちゃくちゃはっきり、表示されますね。一応ね、スペックに関してはスナップドラゴン8 Generation 2 for Galaxy っていうかなりね、クアルコムのスマートフォン用のチップの中でもめちゃくちゃ Galaxy 用にね、高性能化されたものを搭載しています。でかつメモリーは 12GB で、ストレージは256GB から 1TB モデルまで結構ね、キャリアによって変わってくるんですけど、多種多様な用意がされていますね。実際に手で持ってみると、この剛性というか、なんか安定感みたいなのがめちゃくちゃ向上してる気がしますね。僕が持っていた Z Fold 2に関しても、それでもね、完成度高いなと思ってたんですけど、このヒンジの部分の盛り上がりみたいなところだったり、このね、ディスプレイのフラットさとか、あと外装の堅牢さとか、このデザインのね、よりミニマルな感じになったところが、個人的には結構デザイン面でもね、推しポイントかなとは思っています。個人的にね、フォールドシリーズちょっと苦手だったのが、このね、メインディスプレイのちょっと柔らかい素材感だったんですけど、Z Fold 5になってめちゃくちゃここ
わかりますかね。結構硬い感じで、こう爪でね、爪を立てたとしてもそんなに簡単にはね、へこまない素材になっています。この辺もね、かなり改良されていて、正直めっちゃ驚きですね。そんでこのね、折り目部分も、こうやって光を当てると若干ね、目立つ感じはあるんですけど、正面からこうね、何かコンテンツを楽しむっていう時にはほとんどね、目立たないですね。実際物としてはね、初代モデルから大きく変わってはいないんですけど、その辺のね、地味だけど毎日使う人目線でのね、改良っていうのはかなりね、進化しているんじゃないかなと思います。かつね、前のモデルからなんですけど、なんとね IPX8 相当の防水性能が備わっているので、このままね、お風呂に持ち込んでちょっと Kindle で本を読んでみたりとか、あとディスプレイがすごい指紋だらけになっちゃったんだよねっていう時は軽くね、水道とか水で洗い流すみたいな、そういうこともね、気軽にできるようになったので、その点の安心感はめちゃくちゃあります。でさらにね、Z Fold 5ってこういうね、ペンに対応しているんですよね。別売りのね、こういうタイプの、これもね、マットな質感でサラサラとした素材が気持ちいいケースがあるんですけど、これにね、最初からこんな感じで備わっていて、このね、ケースをつけた状態だといつでもね、こうペンでね、手書きができるっていう、そういうところも魅力的だったりします。欲を言えばね、ペン自体も Galaxy S23 Ultra みたいにこんな感じでね、内蔵してくれたら一番それがね、ありがたいんですけど、本当にこの薄さとサイズ感でタブレットとしても使えるっていう、その点がね、本当に魅力的ですね。カメラはね、全部で5台搭載していて、このメインカメラが5000万画素の広角カメラと、あと1200万画素の超広角カメラ、あとは1000万画素のね、3倍望遠ができるカメラっていう形で、ここにね、3中揃っています。で、かつこのね、表面のインカメラと、こうパカッと開けた時にね、この透過ディスプレイに隠れてちょっと見づらいと思うんですけど、実はね、ここにもインカメラが備わっています。個人的にね、やっぱり折りたたみ端末でめちゃ嬉しいのが、これカメラを起動すると、今ね、メインカメラで奥の画像が映ってるんですけど、これをね、こうやってパチッと押すと、見えますかね、メインカメラを自分に向けた状態で、このね、綺麗なカメラでこのディスプレイを見ながら撮影することができるんですね。これは結構、自撮りをする人とかめっちゃ嬉しいと思う。こっち側からも今見えてて、僕の方からもね、映像が見えてる状態なんですけど、この状態で例えばパーをすると、それを認識してね、シャッター代わりにこう写真を撮ってくれるって、これが地味にね、日常生活でも結構使っています。こんな感じでメインカメラをこうやってね、 Vlog 用に使うことで、フロントのインカメラとかよりも全然ね、綺麗に動画が撮れている感じがします。あと嬉しいのは、こうやってね、広角のカメラを使って Vlog が撮れる点ですね。めちゃくちゃ広く映る。一応ね、動画を撮るときはこうやって開いて撮影する感じになります。はい、そんな感じで Galaxy Z Fold 5についていろいろ話してみたんですけど、各社からね、結構最近こういうフォルダブルスマホ出てるじゃないですか。で、そもそもじゃあ折りたたみディスプレイ備わっているこういうスマートフォンって何がいいの？どういうところでメリットを感じるのかっていうところをね、ちょっと紹介しようと思います。まず一つ目としては、やっぱりね、この話の中で何回も登場しているんですけど、このサイズ。このサイズ感で、手にね収まる、ポケットに入るサイズ感なのに、開くとこのちょっとしたタブレットぐらいのね画面サイズになるっていう、これが実際に使っているとめちゃくちゃ便利に感じますね。例えばね、ちょっと Kindle で本を読みたいなってなった時に、よいしょ、こうやってみるとこんな感じで見開きでね、本当にタブレット端末としてこうやって使うっていうのがすごい快適ですね。あと結構ね、都内だと Google マップ対応するんですけど、Google マップもね、スマートフォンで見るよりもかなり情報量多くね、いろいろな情報をすぐにキャッチできるので、今日のランチどうしようかなとか、乗り換えどういう風に行こうかなとか、そういうのをね、気軽にチェックするのにも便利だし、こんな風にね、 PC 表示で一番ね見やすい状態でこうやってブラウジングできる点もかなり熱いですね。これに関してはね、Galaxy Z Fold 2のレビューの時から話しているんですけど、やっぱりね、タブレットってちょっとこのサイズを常に持ち歩くのって、割とよいしょっていう風にね、ちょっと頑張んないと持ち歩けないサイズなんですよね。なんかポケットに、真夏とかって本当にこういうね、ラフな格好をしているので、こういう時に、このサイズのね、ものをこうポケットに入れて持ち歩けないから、手ぶらで出かけたいけど、大画面でね、ちょっと雑誌とか Kindle とか見たいんだよなっていう時に、
仕方なくねカバンを持っていく必要があるんですね。実際トバログもねそのためのカバンを開発していたりするんですけども、あとそんなにタブレット使うほど時間があるわけじゃないんだけど、不意に暇な時間ができた時になんか楽しみたいなっていう、そういう用途のためにねめちゃくちゃやっぱ快適ですね。このサイズ感は常にやっぱりポケットに入れていつでも持ち歩けるっていうこの感じがめっちゃいいです。であとね結構都市部に住んでる人あるあるだと思うんですけど、やっぱりね電車の中のすごい30分とか長い時間ってこういう画面で漫画読んだりとか動画楽しんだりしたいじゃないですか。でウェブのねブラウジングとかもやっぱりこのサイズ感だと結構快適に PC 画面の感じでできるんで、結構ねそういうメリットがあると思うんですけど、都内だと結構乗り換えとかがあるんですよね。フォルダブルスマホだったらちょっとね10分ぐらいこれで使って乗り換えのタイミングで折りたたんでポケットに入れて、また電車に乗ったらこうやってね、電車のこの端っこの方で、漫画を読むとか、そういうね地味にパカパカいつでも使えるっていう、そのねフットワークの軽さみたいなところがやっぱりね最高ですね。この辺は多分すでにフォルダブルスマホを使っている人とかだったらわかるって思ってくれるポイントかなと思います。正直ね Z Fold 2を使っていた時はアプリ側とかウェブのね対応的にちょっとねいまいち画面は広いんだけど横に間延びしちゃってね使いづらいなっていうところもあったんですけど、さすがにねもう初代発売から4年5年経っている現在使ってみると、本当にアプリ側もウェブ側もね結構このサイズ感に対応してくれているので、最初は極物端末だった初代からどんどんね重ねるごとに定番化してきてるので、その辺ねすごい使いやすくなっているのかなっていう気はしますね。でかつねフォールドシリーズやっぱりいいのがこうやってマルチウィンドウ使えるんですよね。複数アプリをこうやって立ち上げられるので、例えばねこうやって情報収集をしている時にこれ結構いいなとかでパチパチと両手で打てる感じのキーボードでねその場でメモができたりとか、あとはこうやってね YouTube 動画を見ながらブラウジングでここに出てるものいいなとか言ってこうやってね探したり、このスペース配分も結構ね変えられるんですよね。この辺やっぱりソフトウェアが回を重ねるごとにめっちゃ進化してる気がします。あと今回ね結構面白い機能で言うと、こういう画面にした時にちょっと折りたたんで PC っぽくすると、見てください、ちょっと画面が今変わったと思うんですけど、こっちに動画を流す画面を表示しつつ、ここでね10秒の早送りとか、あとこうやってねタイムラインを変えるとか、そういう使い方がなんかパソコンで使っているかのようにねできるようになってます。今まではねこうやってトラックパッドを操作できるっていう、このパソコンみたいに使えるっていう機能がメインだったんですけど、アプリによってはねこういう使い方も結構ね増えてきていますね。あとは便利なところで言うと、このメインディスプレイを開いた時に常駐できるよく使うアプリとかが結構登録できるんですよ。5個ぐらいね常に表示しておくところと、あと最近使ったアプリがこうやって表示されるので、すぐにね使いたいアプリにアクセスしやすいっていう点もいいところかなと思います。今回はね Galaxy Z Fold 5についてのメインの動画なんですけど、一応ね Galaxy Z Flip 5も気になってるっていう人もいると思うので簡単に紹介していきます。一応ね発売日は9月1日っていう形で、僕の場合はクリームのカラーをすでに予約しています。Galaxy Z Flip 5に関してはねやっぱりこのサイズ感と見た目の可愛らしさっていうところはめちゃくちゃいいですね。スマートフォンってやっぱり最近すごい大型化してきて、ちょっとねポケットに入れて持ち歩くとかが、夏場のね短パン半袖とかだとすごいしづらいんですね。そういう時でも本当に気軽にポケットに入るサイズ感だし、かつね今回ねこの Galaxy Z Flip 5になってからカバーディスプレイがめちゃくちゃ大型化したんですよ。スマートフォンを閉じたまま、動画再生したりとか LINE の返信をしたりとか、そういうところがねすごい使いやすくなってるので、この辺はやっぱりメリットを感じています。しかも写真とか動画もこのカバーディスプレイ上でねどんな感じで写ってるのかを見ながら撮影ができるので、メインカメラを使いながら撮影したいよっていう人もかなり使いやすいのかなって感じがしています。かつね Z Fold 5と同じようにフレックスモードっていうのが搭載されていて、それでね YouTube 動画を見ながら10秒早送りとか好きなところまで停止再生とかそういうのがしやすいっていう、そういうところもね結構使いやすいポイントかなって感じですね。本当に折りたたみができるっていうところではね用途は一緒なんですけど、使い方とか使い勝手っていうのはかなり変わってきそうな気がするので、この辺はね、手元に Z Flip 5が届いてから詳しく紹介していこうと思います。
はい、というわけで Galaxy Z Fold 5についてね、いろいろと機能性とか、どういうところで人気なのみたいな話をしてみたんですけど、実際ね、トバログが1ヶ月使った結果どうだったのかっていうのをちょっとお話ししようと思います。まず、そもそもね、これ海外版なんですよ。海外版でお財布携帯とかついてないし、ちょっとね、重たいし、カラーもブルーだから、ちょっとサブで使おうかなと思っていたんですけど、正直、想像以上にね、完成度が高くて、普通に今はメインとして使っている形となっています。やっぱりね、さっきも話した通りなんですけど、電車の中とかそういうね、ちょっとした移動とかランチとかで、すぐにね、スマートフォンがタブレットとして使えるっていうのがやっぱり一番便利ですね。本当に人間って楽な方に進んでいく生き物だと思うんですけど、本当に気づいたらやっぱりタブレットとかスマートフォンじゃなくて Z Fold 5をね、手で持っていることが多かったので、その辺がやっぱり生活にすごい馴染んでいる端末なのかなと思います。で、もう一つがこれ DeX モードって言って、デスクトップみたいにね、スマートフォンを使うことができる機能、Galaxy だけの機能なんですけど、そういうのが備わっているんですね。なのでちょっとした外での作業とかも基本的には Galaxy Z Fold と、これもトバログの動画でよく紹介している X Real Air っていうね AR グラスがあるんですが、こういう AR グラスと、あとすごいねコンパクトに折りたためるこのトラックパッド付きのキーボードがあるんですけど、このね3種の神器みたいな形で普段どこに行くにも持って行って、本当に空いた時間があったら作業するみたいな、そういう使い方がめちゃくちゃ便利で、本当にカフェでこれを本当に多用していますね。これをねこうやって装着して、で今ね認識した状態なんですけど、このままね AR グラスを装着するとすでにねここに画面が見えてます。このぐらいのサイズで、ちょっとね見やすいように画面を開くんですが、サムスン DeX っていうのがあるんですよ。これを起動すると、この状態でねすでにデスクトップっぽい感じで使えるんですよね。これはねちょっと前に Galaxy S23 Ultra の紹介動画で詳しく紹介してるので、そっち見てほしいんですけど、ここがねトラックパッドになっていて、かつねここにデスクトップがでかいのがね表示されてる状態なんですよね。ちょっとねデモっぽい感じで外部の 4K ディスプレイに装着してみています。でこれねディスプレイが AR グラスを介してこういう感じで見えるんですけど、このね Galaxy Z Fold 5本体がこのトラックパッドになるんですよね。見えますかね、このカーソル移動しているの。結構ぬるぬるこれを動かすことができて、なんかねちょっと Chromebook っぽい感じで使えるんですよね。いろいろなねアプリ対応しているんですけど、普段はねメール返さないとなっていう時にこっち側でちょっとねメールの画面を開いて気軽にねこうメール返信をしてみたりとか、動画編集はねさすがにこれでやらないんですが、Notion とかでこんな風に YouTube 動画の動画構成とかをこうね気軽にポチポチと入力して、そういうね作業とかでメインで使ってる感じですね。個人的には Galaxy 端末ってめちゃくちゃ AR グラスとかと相性が良くて、そもそもね AR グラス接続するには DP オルトモードっていうのに対応してないといけないんですね。それでこうねデータの信号をこう USB-C 経由でこっちに送って、ここにね初めてディスプレイが投影されるんですけど、それプラスさっき紹介した DeX モードがこの Z Fold 5だとね搭載されているので、このまま外でもね、タブレットだけじゃなくて PC ライクに作業ができるっていう、これがやっぱりね選ぶメリットというか、すごいいいなと思うポイントです。これ使ってる人はあんまりいないと思うんですけど、本当にね使い慣れたらめちゃくちゃ便利に使えるので、ちょっとしたテキストワークとかそういうのをねカフェでやるみたいな人にとってはかなり使えるかなと思います。こういうね使い方も面白いですね。はい、というわけで今回ね Galaxy Z Fold 5について、1ヶ月ぐらいね使った感想とかそういうところを紹介してみました。どんな人におすすめなのかっていうと、やっぱりね一番は電車移動とかが多くて、このスマートフォンとねタブレットを行き来したい人、そういう人にねやっぱりぴったりのアイテムですね。かつコンテンツゲームを楽しんだり動画を楽しんだり、そういうねコンテンツをよくタブレットで楽しんでいるっていう人にもぜひね試してみてほしいです。特に普段ちょっとちっちゃめのタブレットを持ち運んでる人とかだったら結構感動するんじゃないかなと思っています。というわけで今回の動画はこれで終わりにしようと思います。これからね Galaxy Z Flip 5が届いたら、そちらもねどういうところで使えるのかっていうのを紹介していこうと思っています。なのでチャンネル登録もぜひお願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。とばログでした。